強いこだわりを持ったプロダクト作りで知られるブランド、ビズビム。靴やデニムといったアイテムで広く知られますが、そんなビズビムから定番リリースされ、毎シーズン入荷即完売で、なかなか実際に店頭ではお目にかかれない隠れた名品番があります。それがこのアイガーサンクションパンツ。一見するとシンプルでオーソドックスなカーゴパンツに見えますが、果たしてビズビムからただシンプルなだけのカーゴパンツがリリースされるでしょうか。もちろん答えはノーで、実はこのパンツ、ヴィンテージの軍パンに存在するディテールを細かく解体し、時代、国境を越えてクロスオーバーさせた、存在するはずのない未来志向のヴィンテージアイテムなのです。説明にあたり、まずカーゴパンツについて簡単に紹介すると、もともとはその名の通り、貨物船で働く作業員が履いていたワークパンツですが、大きなポケットを備え、作業時に両手が空くその機能性を買われ、1942年にアメリカ陸軍によって M42 パラトルーパーパンツとして採用されたのを皮切りに、各国で軍パンとして採用され始め、以降、ミリタリーアイテムとしての側面を強めました。そんなカーゴパンツですが、現行でリリースされているものの多くは、主に2つの型のうち、いずれかをベースに作成されています。それが M47 と M65。M47 は第二次世界大戦後の1947年から60年代まで使用されたフランス軍の誇る名作パンツで、ミニマルなカーゴパンツといえばこちらが思い浮かぶかと思います。マルジェラがコレクションで使用したことでも知られるタイプです。一方 M65 はアメリカ軍の誇る名作パンツ。おそらく多くの方がイメージするカーゴパンツはこれと言っても過言ではないシックスポケットのビジュアルなのですが、この M65 はそれより前に登場していた M51 というタイプの後継にあたる存在になります。実は M51 の時点でほぼ現在のカーゴパンツの姿には到達しており、その後広く名作として愛される M65 との間にパッと見での違いはほとんどないのですが、素材とディテールにマイナーチェンジがありました。 M51 の時にコットン 100% だった素材からコットンにナイロンを混ぜた混紡ファブリックに変更することで、軽量性、速乾性、耐久性などの機能性を向上させ、さらに内側に装着するライナーが軽量なキルトライナーに変わったことで、重量問題解消のために設置されていたサスペンダーボタンがなくなったそうです。では改めて、このアイガーサンクションパンツのベースとなるモデルは何かというと、それが M51 になります。わかりやすいのがサスペンダーボタンでしょう。現代のカーゴパンツでは車掌されることも多いディテールですが、内側のライナー用の部分まで含めて完全に採用されています。服作りもビジネスの一つである以上、なるべくアイテム作りのコストを下げるのは市場命題であるはずですが、今では使われる機会が少なく、それでいて縫製やそれに伴う関連部材がとびきり多いディテールをヴィンテージへの強いリスペクトの表れか全て再現しています。そしてそのサスペンダーボタンとフロントボタン、あらゆるボタンを一般的な尿素ボタンではなく、全てナットボタンで取り付けるのがビズビムのやり方。ナットボタンはヤシの実の種で作られた天然素材のボタンで、水牛ボタンに次ぐ高級天然素材ボタンとして知られます。そのままだと本来は淡いクリーム色のため染色して使われ、その過程で繊維の模様が浮き上がる面白さがあり、経年変化が楽しめるボタンでもあるので、その点で水牛ボタンよりもビズビムのプロダクトに最適な天然ボタンかと思います。さらによく見てみると、シンプルなナットボタンというわけでもないのです。縫い糸へのダメージを軽減するため、AW モデルは中央に少しくぼみを設けたミリタリーボタンのような作りになっています。本当にただ一つのボタンにはなりますが、逆に言うと、このボタン一つだけで、ビズビムというブランドが一つの服に対してどういう向き合い方をしているのかが伝わってきます。その他のディテールについても見ていくと、まずはカーゴポケットの代名詞ともいえるフラップポケット。美しい縫製で仕上げられていて、ボタンは3つ。ヴィンテージのアイテムであれば、一番手前にボタンがなく、そのまま縫い付けられた2ボタンのものが多く、ここはモダナイズされていて使い勝手がいいです。そしてもちろん止血帯まできっちり再現されています。この止血帯の用途は主に2つあって、1つは名前の通り足を縛って止血するため、股下のループはこの時に合わせて使用できるそうです。そしてもう1つはカーゴポケット内の道具がガタガタしたり音が鳴ったりしないように固定するためだといいます。ちなみに M51 以降のカーゴポケットでポケットのマチが全て背面側を向いているのには理由があって、これはジャングルの中で行動する際に
枝木がポケットに引っかかるのを回避しているそうです。フラップの前方を縫い付けているのもきっと同じ理由でしょう。そして膝部分のアクションプリーツ。膝周りの機動性を高めるディテールですが、基本的に2つ入ることの多いタックが、このアイガーサンクションではワンタックになっており、膝の曲げの場所を容易にしながらも、歩行時の膝下のシルエットがより綺麗にストレートに出やすくなっています。あとは調整の効くディテールとして鉄板となる2つ、ウエスト部分のアジャスター、そして裾のドローコード。この辺りも丁寧に再現されていて、オフセットセンターループもしっかり再現されています。これは当時縫製技術が未熟で、厚い生地が重なり合った箇所にベルトループを取り付けることが困難だったために仕方なく生まれたディテールですが、これを今の現代にあえてヴィンテージのディテールとして再現する。この辺りの細部にもビズビムのデザイン性は宿ります。そして M51 のディテールであるサイドステッチのダブルステッチ、 M65 と M51 の重要な違いとして上がるこのディテールがアイガーサンクションには採用されています。これによって当たりが出やすくなり、着用を重ねていく中でパッカリングが出てくる、経年変化を楽しみやすいディテールになります。このように基本的には M51 をベースにしながら M47 に近いディテールもあります。それが股からお尻部分にかけての当て布、 M47 の当て布よりはだいぶ範囲を広げて引用されていて、パンツというアイテムにおいて明確に寿命となってしまうことの多いヒップ部分をこうして倍の生地で補強することで、長くこのアイテムを着てほしいという思いを感じます。生地の素材については、春夏のモデルと秋冬のモデルで素材が異なり、AW モデルはコットン 100%、SS モデルはコットン 70%、ナイロン 30% の混紡モデルになっています。そのため、AW モデルの素材は M51 の完全踏襲、SS モデルは素材的に M65 に近いと言えるのですが、近そうで遠いのがビズビムの素材。文字面ではコットンとしか書けない表現の中にビズビムの世界が広がります。デザイナーの中村弘樹氏は、表面的な部分ではない内側からにじみ出てくる魅力を追求していった結果、生地の素材である糸作りに行き着きましたとおっしゃいますが、製品化された既存の糸から商品を作る一般的な服作りとは異なり、ビズビムのプロダクトの多くはそれ以前の糸を作る段階から深く関わって生み出されているといいます。例えばこの SS のモデルは、メインの縦糸にギザコットンをムラ糸に紡績したものを使用し、横糸に生ナイロン糸を高密度で高色にすることによって、ギザの心地よいタッチと生ナイロンの光沢、強度を併せ持つ生地。AW のモデルは超長面の甘寄りの糸を使用したバックサテン。もちろんそのどちらもすでに素敵な質感であることは言うまでもありませんが、この質感に関してまだ自分もその凄まじさを目の当たりにできているわけではなく、月並みな表現しかできておりません。しかし、オールドビズビムネバーダイズの展示会で見たあのアイテムたちの美しさは本物で、時の変化が劣化ではなく、美しく年を重ねる変化になるようなパティーナという考えを大事にする中村弘樹氏の、結果をすぐに見ることはできないかもしれませんが、プロダクトの内側にある糸へかけた努力は時間とともにゆっくりと現れてきますという言葉は信じてみたくなります。そして最後にもう一点、フロントジップについて紹介させてください。実はこれがシーズンによって異なり、SS のモデルはシルバーのアルミジップで、AW のモデルはブラスジップになっています。シーズンによって生地感を変えるのは理解できますが、なぜ同じ型のモデルでジップまで変えるのか気になって、M65 と M51 のジッパーについて調べてみました。するといずれもブラスジッパーのものが多く、M65 におけるこのアルミニウムジップというディテールは初期型のみで採用されていた仕様で、デッドストックでこの仕様を手に入れることは困難を極める、それぐらい凝った希少価値の高いディテールなのだと言います。確実に確信犯でこの素材を狙いに行っているとしか思えません。同じ型名のアイテムであっても全てをそのままスライドさせるわけではなく、シーズンによって M51 なのか M65 なのか、素材やディテールそれぞれに対して細かく最適なものを判断しながらデザインされていることがわかります。さすがはビズビムの服作りであり、隠れた名品版と言えるでしょう。なかなか巡り合えないアイテムで、自分も AW のモデルについてはオークションで手に入れたのですが、気づくと面白い最高のプロダクトです。ぜひまたチェックしてみてください。そんなところでビズビムのアイガーサンクションパンツの紹介でございました。ご視聴くださり
誠にありがとうございました。